プロチのスマルクトルクスリーブ。金属加工関係の道具をラインナップするプロチと台湾はスローキーとのコラボアイテム。このサイズでトルク管理ができるとても便利な製品です。使い方は簡単。設定されたトルクに達すると空回りをする仕組みで、それ以上回してもトルクがかからなくなります。空回りといっても突然すっぽ抜けるのではなく、適度なブレーキ感とカチカチというクリック音を伴い空転しますので、使っていて危ないこともなく、お手軽簡単なトルク管理機器、とても気に入っている道具です。全長 38mm ちょっと、重量は 21g。渋1ビットのオス・メスを持ちまして、普段お使いのビット工具の間にこれをかませて使います。延長されるのはおよそ 30mm。ビットのメス側はマグネットキャッチとなっていまして、しっかりとビットを保持してくれますし、ビットでネジを拾うこともできるようになります。スマルクを間に入れるだけで普段お使いの道具がトルク管理機器に早変わりいたします。使っていますのはコンマ4から6ニュートン。6ニュートンまではほぼ1ニュートン刻みでラインナップがある感じ。一番小さなコンマ4ニュートンはタイヤのバルブコア向けに開発がされたそう。私もその用途で使っています。この作業でバルブコアを舐めたり壊してしまった経験というのはありませんが、繊細な部分の管理ができるというのは安心感があっていいですね。ちなみに組み合わせで使っているバルブコアツールはワールドインポートさんの新製品。ビットタイプのこれって案外売ってないんですよね。一般的なビットよりも少し長くて 30mm。車載に使いやすいですね。ワールドインポートのバルブコアビット、ぜひぜひおすすめとなっています。2ニュートン、3ニュートンはバイクの外装など樹脂部品を留めるボルト。それからアルミボルトの締め付けに使っています。この辺は今までトルク管理しておらず、ボルトがなくなってしまったり、アルミはネジを壊してしまった経験も。アルミのネジについては現在スマルク2ニュートン品で管理をしていますが、2ニュートンって私の感覚で思っていたよりも大きかったですね。自分の感覚、いわゆるテルクレンチなんて言われるもののアップデートにも使える道具だと感じています。4ニュートン品はハンドル周りのネジに使っています。転んだ時に回ってくれて、かつ普段は回らない、緩まない。まあそううまくはいかないですけど、その締め付けトルクを2、3、4ニュートンあたりで模索をしているところです。それから自転車のローターボルトにも4ニュートン使っています。自転車関係ではカーボンフレームでも4ニュートンという数字はよく聞きます。5ニュートン、6ニュートンは M6 ボルトをしっかりと締めるときに使っています。クラッチのカバー、ジェネレーターカバーなんかっすかね。サービスマニュアルに対しては低い数字となりますが、私はこの辺で締めています。自転車ではブレーキのキャリパー、あとはコラムのボルトやステムなんかもこの辺を使って作業をしています。スマルクを使いますと、とにかく作業が楽になる印象があります。また人為的なミスも起こりにくい。プリセット型のトルクレンチと違い、使い方に依存が少ないと感じています。いろいろな使い方、素早く回してみたり、逆にゆっくりと回してみたり、いつまでも回し続けたりと試してはみましたが、締め付けトルクの再現性はそこそこしっかりとした印象。締め付けトルクの管理には使いやすい道具に思っています。それから持ち運びが楽っすね。このレンジはビーム式のトルクレンチも使っていますが、この形からかさばりますし、機能部品がむき出しになりますのでちょっと気を使う感じ。対してスマルクはこのサイズ感。持ち運びは楽ですし、外からの力にも弱くはなさそう。道具箱に放り込んでのラフな運用が可能です。既存の一般的なトルクレンチに対してうまく住み分けができていると感じています。スマルクは簡単、お手軽、気を使わない。緩めの作業にも使えてしまいます。
トルクの管理は右ネジのみとなりますが、緩め側での使用も設定トルクのプラス 30% までは許容がされるとのこと。最初からこれ1本でも作業が可能です。緩め側、ガシガシに使っていますが、変に動いてしまったりガタつくようなことはありません。問題なく使えています。対して、精度や耐久性は既存のトルクレンチに比べて劣ります。スペック上の精度はプラスマイナス 10%。実際の精度はもう少ししっかりとした印象はありますが、トルク管理機器としては緩めになっています。耐久性の目安としては常用でおよそ5000回。一般的なトルクレンチと比べ少ないですね。かつ、構成はできません。分解整備は想定されておらず、ダメになったら交換となります。製造現場での使用であれば、2年以内での買い替えを推奨しているとのこと。私の使い方なら5000回でも十分長く使えるとは思います。他のトルク管理機器と比べながらの運用で問題ないとは思っていますが、手軽に使える分、運用コストはかさんでしまう可能性はご留意いただきたいポイントとなっています。また、壊れたりへたった時は怖いっすね。普通のトルクレンチよりも簡単に使えるというか、強く回しても空回りする安心感からスマルク、最初から強い力で回しがちなのです。もしその時に壊れていたら、規定トルクで空転しなかったらということを考えてしまうと、点火プラグみたいな何かあったら厄介な箇所には使いにくいです。場所によってビーム式やデジタル式と使い分けるようにしています。それから6ニュートン以上のもの、こちらはあまり使っていません。18ニュートンのもの、フロントフォークのクランプボルトに使ってみましたが、やはりでかいですね。使っていても大きい。携帯するにも大きく感じ、スマルクの良さが薄れてしまっている感じ。そもそもラインナップが18ニュートンまでしかなく、私の使い方ではレンジが不足しています。結局トルクレンチ1本別に持っていきますので、それなら最初からプリセットなりのトルクレンチだけでいいかなとなっています。さて、このスマルク。セット販売もありまして、使いやすい T ハンドルやドライバーハンドルがバンドルされます。このハンドル、どちらもあまりかっこよくはないのですが、とても手なじみが良くて使いやすいです。広く管理をされる方にはこのセットもおすすめ。ただ、ケースはいまいち気に入っていません。内容に対してあまりに大きいので、これは改善願いたいですね。今のところ、100均のピルケースで持ち運んではおりますが、たまに蓋が開いてしまうのでベストというわけではなく、耐久性も少し不安です。素敵なケースが製品化されることを期待をしております。あとはスマルク、ラインナップの拡充を期待しています。特に6から10ニュートンくらいまでを小さなボディで実現してくれたら絶対買います。やはり M6 ボルトは10ニュートンあたりというのがバイク、車ですと一般的な締め付けトルクになりますから、ここが充実すれば使う候補に上がるという方も多いのではと思っています。プロチのスマルクトルクスリーブ。個人的にかなり刺さったアイテムです。整備作業にはほぼほぼ持って行って必ずと言っていいほど使っています。小さなトルクを手軽に管理できるアイテム。機会がございましたらぜひ手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますこと願っております。それでは次回まで。せや。